近くのね、大きいね、病院に運ばれました。あれ、私初めてのタクシーよ。誕生日の日になると、というか名前言ってくれるんだよね。うん。あやさんってさ、一番最初よ。そうそう、もう終わってるから、春休み誕生日だった人を紹介します。一人だけね。そう、当日に言ってもらえへん。そう、あらへんもんね。うん、今までもそうだったよね。ずっとそう。今日は夜の撮影になります。なんでかって言ったら、日中うるさいのがいっぱいいるので、夜の静かな環境を選んできました。今日の話題は、あやさん、小学校6年間の生活どうだったかっていうのをちょっと振り返ってみたいと思います。今やることじゃないやん。今やらんといつやるよ。ちなみに、この動画が出る頃はまだあやさん卒業式は来てない？はい、終わってません。なので、卒業前にして、あやさん、小学校時代どうだったかっていうのをね、ちょっと、ただ話して聞いてるとあかんので、ここにイラスト屋さんいっぱい対応して、お話ししたいと思います。はい。1年生になります。お兄さん、お姉さん、よろしくお願いします。思い出に残ってる話を。宿題を先生が配り忘れたら走ってた時うん、わかる。あやさんの担任の先生は、すっごく元気な先生で、配り忘れたものがあると、普通の先生だと、翌日配りますっていうのが多いんだけど、その先生に限って、生徒の家に走って届けに来てくれました。すごかったよね、あの先生ね。いや、まだありますよ、1年生は。なんか休み時間に、ブランコに乗ろうとして、スカって、後ろ向きに落ちて、後頭部強打して、普通に起き上がって、ね、年上のお姉ちゃんで大丈夫って言われたで、そのままおんぶして運んでてもらったら、それ何遊んでもらったの先生で、いや、頭打ったんですめっちゃびっくりして。で、大騒動になったんだよね。ママ覚えてます。あれ水曜日だったんだよ。で、水曜日の、なんか普通に帰ってきたら、先生と保健室の先生が来たんだって、家に。あやさん大丈夫ですかって。はぁとか言って、聞いたらなんか、で、ブランコで、後ろ向きにこけて頭打ったから大丈夫ですかって話で、いや、本人ピンピンしてますよ、つって。痛がってますけど、その痛いのもぶつけた痛さだし、打ってから時間が経ってるから、そんな大した怪我じゃないと思いますよって言って。その次の日に、あやさんが、保健室の先生かな、頭痛いって聞かれて、それ打ってから痛いよね。痛いって答えたら、じゃあ病院行かないかんっていうことになって、近くのね、大きいね、病院に運ばれました。あれ、私初めてのタクシーよ。そうそう、学校からタクシーで行きました。で、検査結果は問題ないです。もちろんね。で、その後そのまま学校に送ってって、再度授業しましたっていうね。そんなことがありました。はい。さあ、次、2年生。左利きの先生。そう。あの先生、親にやらかしたんですよね。初任の先生だったんだよね。で、なかなか結構ね、個性的な先生で。連絡帳に赤字で書く。そう。親との連絡帳に黒いペンで書くのが本来のことだよね。青で書くのも仕方がない。赤で書いてきてたんだよね。ずっと。何やっても赤なの。赤って基本的に警告色とかじゃんね。私何も悪くないのになんか責め立てられとるようなイメージがあるなっていうのはずっとあって、でも他の親さんに言えなかったんだよね、その頃。で、しばらく経った時に、あの先生赤で書いてくるよねっていう話題になって、あ、ですよねって言って、で、親さんの一人が、先生、気分が悪いんで赤で書かないでくださいって言ったら、それから黒で書くようになりました。2年生もなんかあったよね、あやさんね。溶連菌。溶連菌って病気知ってますでしょうか？あれ出席停止になるんですよね。で、あやさん朝行って、なんか体調悪いからって帰ってすぐ病院行ったんだよね。診断が溶連菌だったんで、あ、出席停止じゃん、その日ってなって、そのガキの通知表をもらって帰った時にママびっくりした。出席停止だったはずなのに、相対1って書いてあったのね。ちょっと待ってって言って。それちょっと違うよねって言って学校の先生に言ったところ、学校の先生が、はっ、調べますって言って、調べたらその通りでしたって。ただ書類がないとか言って。そう。その成績表をつけるのに学校長のハンコももらってるし、
その町の教育委員会にも一筆入ってるのね。だからその人の成績を訂正するにあたって全部の工程をたどっていかないと再発行してもらえないみたいな話がなったんだよね。大変な思いをさせてしまったっていう記憶があります。3年生に行きましょう。3年生。女の先生でめっちゃ若い人やったよ。そう。もうほんとお姉ちゃん的存在の若い先生で、もう空気もなんかもう澄んでるような感じの先生やったね。あやさんの悪い癖みたいなことをちらっと話した時に、あ、そういうことありますよねとかって言われたけど、あんまり悪い気がしなかったすいませんご迷惑かけますみたいなぐらいの感じで、しかも今でも交流あるんだよね、なんだかんだ、特に何もないよね、平和だったよね3年生って。3年生は平和やった。一番何もなかった年だよね。4年生の先生は結構落ち着いたベテランの男の先生でした、コロナあったのって5年生からだよね。4年生の最終学期。そうやったっ安倍総理が言ったって言って、そのなんていうの、その日に校長先生がなんかすごい話し合いに行って、なんか休校どうとかどうとかって言って、そのまま休校やって。あ、そっか。もう4年生の最後からか。3月だったもんね。で、そっから長い休校期間っていうか春休みっていうかが始まったんだよね。で、6月入ったか7月の時だよね。休校明けたの。長かったよね、あの時ね。視力もだだ下がりしたもんね。その頃はさ、ほら、タブレットもなかったからさ、家で無法地帯だったじゃんね。今それ考えるとどう？タブレットって。いいと思う。さあ、5年生に入りました。5年生どうでした？一番厳しかった年かな。結構厳しかったね。精神的に。ね。何があったかって、まず、他の子はどうかわかんないけど、あやさんにとって担任の先生との相性が、すこぶるよくなかったんだよね。それが全部かって言ったらそうでもないんだけど、不思議な先生特有の親への手紙はもちろん赤ペンで書いてきましたもうね、またかという話になって、やっぱり保護者の中の一人が、先生は赤色のペンしかお持ちじゃないんですかって聞いて申し訳ないですけど、内容はわかるんです、赤でも。だけど気分として良くないので、もし青か黒をお持ちならそちらの色に変えていただけませんかって言われてました、その先生も。トランペットをやる気でやったんだけど、結局ベテランの男子にはい、ベテランの男子に落とされましてベルリラになりました。ベルリラって皆さん知ってますか？鉄筋を、横やね、今の子はね。ママたちの時代は縦でした。それを結局6年生までやったんだよね。宿泊研修が中止。はい、中止になりました。コロナのせいです。さあ、じゃあ最後の6年生に行きましょう。バタバタした年でした。まず4月初っ端、先生とそんなに面識もない中、あやさんやらかしましたよね。はい。骨折しました。はい、動画にも上げさせてもらいましたけど、あやさんやらかしました。で、まあ、ママの送迎が入るわけですよね、しばらく。先生にも、すいません、ご迷惑かけします。入ったばっかで申し訳ないですって言って、手伝ってもらったりとか、お友達にもね、助けてもらったりとかして、あっという間にね、治りましたが、修学旅行は、寸前まで行くか行かないかって言ってて、結局、日帰り旅行で一箇所行きました。はい。まあ楽しかったです。はい。行けないよりかは全然いいよね。日帰りでも。いろいろ制限された6年生でした。で、最後の最後にやらかしました。はい。何が発端かって言ったら、まず2月に入って、はやが胃腸風邪を拾いまして、かのさんから。あやさん学校行けず。それはすぐ終わりました。その後、今流行りの病気にかかりました。あっという間にね、病状は落ち着いたんだけど、担任の先生にはね、いろいろご迷惑をおかけしました。で、もうあと数日後には卒業式になります。はい。あやさん的には、どうですかこの小学6年間は。短かったな。短いな。親はもっと短いと感じますよ。ママから見て、やっぱ人数が少ない学級だったんで、すっごく仲良かったみんなが。20人、30人集まると、やっぱり派閥が生まれるんですよ。目立つ女の子の組とか、
やんちゃな男の子の組とか、でひっそりなんかオタク化してる女の子とか、なんかいろいろな派閥が生まれてくるのはあったんですよ。だけど、あやさんのところって、まあ元気な男の子がいても、女の子たちがちゃちゃ入れたりとか、面白いなと思って見てました。まあこれがね、中学校に行った時に、いきなり4倍も5倍もいるようなところに突っ込まれるので、どうかなと思いますけど、楽しかった小学校時代を持って中学校楽しんでください。はい。中学校入学してからまたなんか楽しい話聞かせてください。はい。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。何か一言ありますか最後に。眠い。見て、かのさんが後ろすごい必死で見てます。もうちょうだい。ねえ、ねえ、だよ、全然飲んでない。はい、かのさん飲みます。どうぞ。美味しい。あやさん、そういえばさ、髪の毛のさ、長さちょっと変えるって言ってたじゃん。うん。またやるんでしょ例の。うん。はい。それも多分後日、流れると思います。はい。じゃあ、おやすみ。はい。ちなみに何分喋ったか知ってる？ 31分。